皆さんこんにちは。自然界って実はとんでもなく巨大な、言ってみれば化学物質の図書館みたいなものなんですよね。今日はその秘密の扉を開けるあるすごいツールについて、この資料をもとにじっくり見ていきたいと思います。まずちょっと想像してみてほしいんですけど、もし自然界にある薬局、これを Google みたいに検索できたらどうでしょう。すごいですよね。何千年も前から薬草として使われてきた植物とかありますけど、そのどの成分が本当に効いてるのか、それがパッと分かっちゃうとしたら、これはもう世界が変わりますよね。なぜそんな話をするかというと、実は今、新しい薬を作る、いわゆる創薬がものすごく大きな壁にぶつかってるんです。このスライドが示している通り、新しい薬を見つけ出すのって年々難しくなってるし、とにかくお金がかかる。だから研究者の皆さんはもう全く新しいやり方を探さなきゃいけない、そういう状況だったわけです。はい、では最初のセクションです。じゃあその解決策はどこにあったのかって話なんですけど、実はすごく身近なところ、そう、自然界にあったんです。植物とか目に見えない微生物が作り出す化合物をきれいに整理して地図みたいにすること、これが突破口になったんですね。で、その中心にいるのがこの二次代謝物っていうやつです。これ面白いんですけど、生物が生きていく上で絶対必要ってわけじゃないんです。でも薬みたいに何か特別な機能を持ってる場合がすごく多い。実際私たちが普段使ってる薬の多くも元をたどればこの二次代謝物からアイディアをもらって作られてるんですよ。さて、ここからが本題です。この大きな課題に立ち向かうために、日本で開発されたとてつもなくパワフルなデータベース、それが登場します。その名も KNAPSAK ナップサックです。これ開発されたのは奈良先端科学技術大学院大学、ナイストとして知られていますよね。で、この名前はですね、ノレッジネットワーク for Applied Systems Biology and Knowledge、ちょっと長いですけど、この頭文字を取って KNAPSAK なんです。そしてこの名前の由来がまた素敵なんですよね。このスライドにある通り、必要な情報を全部ナップサックに詰めてどこにでも持っていける、そんな風に手軽に使ってほしいっていう開発者の方々の思いが込められてるんです。複雑で難しい情報をもっと研究者にとって身近なものにしたいと、そういう願いがあるわけですね。で、このデータベースの何がすごいかって、その規模なんですよ。ちょっとこの数字を見てください。2024年12月の時点で記録されている代謝物が6万3000以上。で、さらにすごいのが、この生物がこの物質を持ってるよっていう情報の組み合わせが、なんと約16万件。2004年からずっとデータを蓄積し続けている、まさに世界最大級のデータベースなんです。でもこの KNAPSAC、ただ一つの巨大なデータベースってわけじゃないんです。実はもっと賢くて、それぞれ専門分野を持ったツールの集まり、言うなればデータベースの家族みたいな構造になってるんですよ。次のスライドでその中身を覗いてみましょうか。はい、こんな感じです。真ん中に KNAPSAC コアっていう中心的なデータベースがあって、その周りを専門家たちが囲んでるイメージですね。例えばポリフェノールの一種で有名なフラボノイド専門のデータベースとか、漢方薬の成分に多いフェニルプロパノイド専門とか、さらには食べ物に含まれる成分を集めたフードメタボロームなんてのもある。これのおかげで研究者は自分の目的に合わせてものすごく深く、そしてピンポイントで情報を探せるわけです。しかもですね、検索の仕方もすごくよくできてて、例えば植物とか微生物の名前を入れるだけの簡単な検索、そうするとその生物に含まれている成分がずらーっと出てくる。一方でもっと専門的な使い方、例えば実験で出てきた化学構造とか分子量からこれ一体何だっていう未知の物質を特定するなんてこともできる。つまり初心者からプロまで誰にとっても使いやすいように設計されてるんですね。さて、こんなにすごいツールがじゃあ実際に研究室の中だけで使われてるのかっていうと、そんなことはないんです。僕たちの生活にどうつながってるのか、そのあたりをこれから見ていきましょう。医療とか栄養学とかかなり身近な話が出てきますよ。KNAPSAC がもたらした影響って本当に大きいんです。例えば漢方薬っていろいろな製薬が混ざってますよね。その複雑な薬がどうして効くのか、その仕組みを解き明かすのに役立ったり、あるいは新しい薬の候補を探すスピードを劇的にアップさせたり、それだけじゃなくて
化合物の副作用を前もって予測したりとか、あとは体にいいって言われる食品の科学的な根拠を示すためにも使われてる。もう本当にいろいろな分野で大活躍してるんです。つまり一番大事なポイントは、薬作りのプロセスをものすごく効率的にできるってことなんですよ。まずデータベースでこんな効果が欲しいなっていう化合物を見つける。で次に、じゃあその化合物を効率よく作ってくれる生物はどれだって特定する。たったこれだけで研究の最初の段階でありがちな手探りの試行錯誤をごっそりスキップできる。これ時間もお金もものすごい節約になるんです。研究者から見ると、KNAPSACはまさに化学物質の巨大な辞書みたいなものなんです。実験したり、患者さんのサンプルを調べたりして、何かよくわからない物質が見つかったとする。その時に、これなんだって引くための信頼できる辞書。体の中の複雑なデータを読み解くためには、もう絶対に欠かせないツールになってるんですね。じゃあこの KNPSEC の未来はどうなっていくんでしょうか。ここからがまた面白いところで、単に情報を集めたカタログから未来の新しい発見を生み出すためのエンジンに進化しようとしてるんです。これからの医療でめちゃくちゃ重要になってくるのが個別化医療です。これは一人一人の体質に合わせた医療のことですけど、そのためには僕たちの遺伝情報、つまりゲノム、そしてもう一つの柱がこのスライドにあるメタボロミクス。これは体の中にある化学物質を全部調べる学問です。で、KNCAP-LACはまさにこのメタボロミクス研究を支える土台中の土台となるデータベースなんですよ。そして次なる一手。それが AI、人工知能との合体です。この膨大なデータベースを AI に全部学習させる。そうすると、ただ過去のデータを記録するだけじゃなくて、なんとまだ誰も見つけていない新しい薬がどこにありそうかを予測する。そんなとんでもない研究がもう始まってるんです。まさにこの言葉が全てを表してますよね。KNSACK は過去の記録から未来の発見を生み出すエンジンへと進化している。自然が何億年もかけて蓄積してきた知恵と人間の作った最先端のデジタル技術が融合した一つの究極の形がここにあるんじゃないでしょうか。最後に皆さんにこんな質問を投げかけてこの話を終わりにしたいと思います。ひょっとしたらあなたの家の裏庭に生えているなんてことない雑草の中に未来の病気を治す奇跡の薬が隠れているとしたら、KNPASC のようなツールはいつかその答えを見つけ出すための最高の相棒になってくれるのかもしれないですね。